You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、京都府京都市上京区馬喰町にある北野天満宮を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。北野天満宮。北野天満宮は、京都市上京区、衣笠山の登録に本殿を構え、境内一帯を神域とする神社です。学問の神様として信仰される菅原道真公を祀り、全国に約12000社あると言われる天満宮、天神社の総本社として知られています。受験や学業成就を願う参拝者が1年を通して訪れ、特に初詣や梅花の季節には、多くの人々で賑わう、京都を代表する、天満宮です。北野天満宮は、京都市上京区に鎮座する由緒ある神社で、学問の神様として、広く信仰される、菅原道真公を、主催神として祀っています。平安時代以来、都の人々から、厚い崇敬を受けてきた、天満宮であり、朝廷からも特別な扱いを受けた、格式高い神社です。北野天満宮は、古くから朝廷が特に重要とした神社群22社のうち、下8社の1社に数えられ、近代の社格制度においては、官兵中社に列せられていました。現在は、神社本庁の別表神社として、その歴史的、宗教的価値が高く評価されています。創建当初は、北野神社と称され、時代とともに、天神信仰の広がりに合わせて、現在の社名へと定着しました。神門には、梅と星を組み合わせた、星梅鉢紋が用いられています。梅は、道真公がこよなく愛した花であり、星は、天神信仰における神格化された存在を象徴するものとされ、北野天満宮の信仰と由緒を象徴する意匠です。地元では親しみを込めて、天神山や北野山と呼ばれ、京都の暮らしと深く結びついてきました。全国には、天満宮、天神社、菅原社などが約12000社あると言われていますが、北野天満宮は、福岡県、太宰府市の太宰府天満宮と並び、天神信仰の中心的存在として知られています。特に、北野天満宮は、都における天神信仰の発祥地として、重要な役割を果たし、ここから全国各地へと、分霊、勘定が行われ、信仰が広がっていきました。近年では、菅原道真公が優れた学者、政治家であったことに由来し、学業成就や合格祈願の神として全国的に親しまれています。受験シーズンには多くの受験生やその家族が参拝に訪れ、境内には願いを込めた絵馬が数多く奉納されます。このように北野天満宮は長い歴史と格式を背景に現代においても人々の願いを受け止め続ける天神信仰の中核をなす神社です。天満宮の境内に置かれる牛の像は天神牛と呼ばれ、菅原道真公の神格化と天神信仰の形成過程を象徴する極めて重要な信仰対象です。その成立には、
道真公の生涯、死後の怨霊信仰、そして学問心への転化という3つの要素が深く関わっています。菅原道真公と牛の祝宴。菅原道真公は、昭和12年、西暦845年に生まれたとされ、干支は牛年にあたります。また、太宰府で皇居した日も、牛の日であったと伝えられ、牛は、道真公の生と死の双方を貫く、象徴的な存在となりました。さらに、道真公の遺骸を、都へ運ぶ際、牛車が途中で動かなくなり、そこを墓所と定めたという説話は、牛が真意を伝える存在であるという認識を、人々に強く印象づけました。文道会館は、学問と文化を伝えるための施設です。学問の神、菅原道真公の信仰を背景に、講演会や研究発表、文化行事などが行われ、学びと交流の場として利用されています。また、梅花祭などの神事や、催しに関わる受付拠点としても機能し、北野天満宮の学問振興を、現代に伝える役割を担っています。楼門。北野天満宮の楼門は、境内の正面に構える、壮麗な表門で、社殿空間への結界としての役割と、真意を象徴的に示す、建築物です。現在の楼門は、慶長年間、17世紀初頭に再建されたもので、豊臣秀頼の寄進によると伝えられ、桃山文化の華やかさと、武家権力の威厳を今に伝えています。楼門は二層構造の重層門で、下層が通路、上層が楼となる形式をとっています。入り母屋造りの屋根には、檜皮葺が用いられ、大きく反った軒が、門全体に伸びやかな印象を与えます。朱塗りを基調とした柱や梁は、白壁や彩色彫刻と調和し、楼門としての格式の高さを際立たせています。正面両脇には、随神像が安置され、参拝者を迎えつつ、邪気の侵入を防ぐ、守護の役割を果たしています。これらの像は、写実的な表現と、力強い姿勢を特徴とし、武家政権下で再興された、神社建築らしい、緊張感を備えています。また、門内側には、精緻な彫刻や金具が施され、細部に至るまで信仰と美意識が凝縮されています。実月光の灯籠。灯籠の意匠に刻まれる、火、月、光は、それぞれ、明確な象徴性を持っています。火は、太陽を表し、昼、陽、健在、理性、学問の明晰さを象徴します。月は月を表し、夜、陰、潜在、感性、精神性を示します。そして、光は、太陽と月、すなわち陰と陽が、調和した時に生まれる、真理の輝きであり、人の心を照らし、迷いを払う神の導きを意味します。手水舎。北野天満宮の手水舎に掲げられている、水光梅という言葉は、梅と、清らかな水、そして心の浄化を意味する、天神信仰らしい表現です。水は、手水舎の清らかな水を表し、心身の汚れを清めるものです。紅梅は、北野天満宮の象徴であり、菅原道真公ゆかりの梅を指します。梅は、厳しい寒さの中でも香り高く花を咲かせることから、高潔な心や学問の志を象徴しています。
水かばいという言葉には、清らかな水に触れ、梅の香りのように心を正し、すがすがしい気持ちで神前に向かうという意味が込められています。宝物殿。北野天満宮の宝物殿は、同社に伝えられてきた貴重な文化財や歴史資料を保存、公開する施設で、天神信仰の歩みと、菅原道真公の実像を深く知ることができる場所です。宝物殿には、神像、神宝、古文書、絵画、工芸品など、長い歴史の中で、奉納されてきた品々が収蔵されています。中でも注目されるのは、菅原道真公を描いた肖像画や天神様への信仰が全国に広がっていく過程を伝える資料です。これらは、道真公が単なる歴史上の人物ではなく、学問の神として人々に崇敬されてきたことを物語っています。また、歴代の天皇や公家、武将、文化人たちが奉納した品も多く、北野天満宮が朝廷や武家から厚い信仰を受けてきた神社であることがよくわかります。精巧な装飾が施された寝具や調度品からは当時の高い美意識や技術力も伺えます。神楽殿。北野天満宮の神楽殿は、祭礼や神事において、神楽をはじめとする、奉納芸能が行われる、境内でも特に重要な祭祀空間の一つです。神楽殿は、神に音楽や舞を捧げることで、真意を和らげ、参拝者や地域の安寧、五穀豊穣、学業成就などを祈る場として設けられています。建物は、開放的な造りが特徴で、周囲の景観と調和しながら、神事が行われるよう工夫されています。屋根は、神社建築らしい端正な意匠を備え、舞台部分は、神楽間や舞楽、雅楽の演奏がしやすい構造となっています。正面性を強く意識した配置により、神前に向かって、奉納が行われる点が大きな特徴です。風月殿は、主として、神職の控え所や、祭礼時の準備、信仰に関わる場として使用されてきました。北野天満宮では、年間を通じて多くの祭礼や行事が行われますが、そうした神事を滞りなく執り行うための実務的かつ儀礼的な空間として重要な役割を担っています。表舞台に立つ拝殿や本殿とは異なり、神事を陰で支える存在と言えます。地主社。北野天満宮の地主社は、境内に鎮座する、摂社の一つで、北野の地、そのものを守護する土地の神、地主の神をお祭りする重要な社です。北野天満宮が創建される以前からこの地に宿る、神を敬いその霊を鎮め、
守りを願うために祀られてきたと伝えられています。追松社。北野天満宮の追松社は、境内に鎮座する摂社の一つで、菅原道真公の精神性と深く結びついた松への信仰を象徴する重要な社です。梅と並び、松は道真公ゆかりの植物として、天神信仰の中で特別な意味を持ち、追松社はその象徴を神としてお祭りしています。絵馬掛書。北野天満宮の絵馬掛書は、参拝者が願い事を書いた絵馬を奉納するための場所です。学問の神様、菅原道真公にちなんで、合格祈願や学業成就を願う絵馬が多く掛けられています。人々の祈りが集まる、この場所は、信仰の深さと参拝者の思いを感じられる象徴的な一角です。北野天満宮は、学問の神として広く信仰される菅原道真公を主催神として祀る神社で、その創建は平安時代中期に遡ります。延義3年、西暦903年、右大臣の職にあった道真公は、政争により太宰府へ左遷され、その地で生涯を閉じました。死後、京都では落雷や疫病、政変などの災いが相次ぎ、これらは、道真公の怨霊によるものと恐れられました。朝廷はその怒りを鎮めるため、道真公の霊を慰め、神として祀ることを決定します。天略元年、西暦947年、村上天皇の勅命により、道真公ゆかりの地である、北野の地に社殿が創建され、これが、北野天満宮の起源です。社殿造営にあたっては、朝廷のみならず、貴族や有力者の厚い崇敬を受け、国家鎮護の神としての性格を強めていきました。やがて、道真公は、天満大自在天神として神格化され、学問、文章、誠実の神として信仰されるようになります。平安時代後期から中世にかけて、北野天満宮は、度重なる火災や戦乱に見舞われながらも、その都度再建され、信仰は衰えることなく広がっていきました。特に、室町時代には、北野祭礼が盛んに行われ、都の人々の生活や文化と深く結びついた存在となります。応仁の乱では、社殿が焼失するなど、大きな被害を受けましたが、その後も復興が進められました。現在の本殿は、慶長12年、西暦1607年、豊臣秀吉の意志を継いだ、豊臣秀頼によって再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。桃山時代を代表する華麗な権現造りの社殿は、当時の高度な建築技術と装飾美を今に伝えています。江戸時代以降、北野天満宮は、全国の天満宮の総本社として位置づけられ、学業成就や試験合格を願う人々の信仰を集め続けてきました。このように、北野天満宮は、怨霊鎮魂の信仰から始まり、学問の神としての信仰へと発展しながら、1000年以上にわたって、京都の歴史と文化、そして人々の祈りを見守り続けてきた神社です。絵馬書。
北野天満宮にある絵馬所は、参拝者が願い事を記した絵馬を奉納するための重要な祈願空間であり、学問の神、菅原道真公を祀る北野天満宮ならではの信仰が色濃く現れています。36河川の額が掲げられ、参詣者の休憩所としても利用されている絵馬所です。江戸時代初期、慶長年間に建てられたと伝えられており、建物の軒内には50年に一度行われる大番頭祭で奉納された古いお絵馬も飾られています。歴史的、文化的価値が高く、京都市指定有形文化財に指定されています。奉納提灯。北野天満宮の境内に数多く掲げられている奉納提灯は、天神様への熱い信仰を今に伝える象徴的な存在です。これらの提灯は、個人、企業、各種団体などが、日々の神恩に対する感謝や、学業成就、合格祈願、商売繁盛、家内安全などの願いを込めて奉納したものです。提灯の側面には奉納者の氏名や社名が墨書され、信仰の証として長く、境内を照らし続けています。北野天満宮は、菅原道真公をご祭神とし、学問の神として全国から崇敬を集めるため、奉納提灯の多くは、受験生や教育関係者、企業からのものが目立ちます。特に楼門周辺や、参道、社殿の軒下に連なる提灯は、参拝者を導く、光の道とも言える役割を果たし、昼間は白地に浮かぶ文字が整然とした美しさを見せ、夜には柔らかな明かりが、境内に厳かな雰囲気をもたらします。また、奉納提灯は単なる装飾ではなく、神域を清め、参拝者の心を神前へと導く、宗教的な意味を持っています。明かりは、古来より、神の降臨や、導きを象徴するとされ、提灯に灯る光は、天神様と人々を結ぶ、媒介とも考えられてきました。三光門。北野天満宮の三光門は、境内正面に立つ代表的な楼門で、北野天満宮を象徴する重要な建築です。現在の三光門は、慶長年間17世紀初頭に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。見る者に強い印象を与える壮麗な姿は、天神信仰の中心地としての格式と長い歴史を雄弁に物語っています。三光門の名称は、門の上部に配された日、月、星の3つの天体意象に由来します。これは、本来宇宙を構成する根源的な光を象徴するもので、三光と総称されます。ただし、北野天満宮の三光門では、星の彫刻が意図的に描かされていることが大きな特徴です。これは、菅原道真公が太宰府へ左遷される際、都を去る無念の思いを夜空の星に託したため、北野の空には星が輝かなくなった、あるいは道真公の魂が星そのものであった、といった諸説ある伝承に基づくものとされています。この欠けた星は、道真公の怨霊信仰と
鎮魂の歴史を象徴する北野天満宮ならではの深い意味を持っています。建築様式は桃山時代の豪壮華麗な意匠を色濃く残し、朱塗りの柱、精緻な木組み、そして門内外に施された彫刻や彩色が見事に調和しています。カエル股や欄間には吉祥を表す文様や動植物が表現され、天神様の徳を称えると同時に、参拝者を神域へと迎え入れる結界としての役割を果たしています。西回廊。北野天満宮の西回廊は、本殿を中心とする神域を囲む回廊の一部で、境内の中でも特に静謐で、格式ある空間を形成しています。回廊は、古くから神域と俗界を明確に区分する結界としての役割を担っており、西回廊もまた、参拝者が神前へと向かう心を整える重要な場所です。西回廊は、本殿の西側に位置し、朱塗りの柱と落ち着いた屋根構造が連なり、北野天満宮特有の厳かな景観を生み出しています。柱間から差し込む柔らかな光と回廊に沿って流れる風は、社殿の荘厳さの中に穏やかな趣を添え、参拝者に深い安らぎを与えます。とりわけ午後には、西日が回廊を照らし、朱の色彩が一層際立つ情景が広がります。また、西回廊は、祭礼や神事の際に、神職や関係者が進み行く、神事動線としても用いられてきました。外部から直接本殿を見通すことを避ける構造は、神聖性を高めると同時に、神様をお守りするという意味合いを持っています。こうした回廊の存在は、天神信仰が持つ厳粛さと、長い歴史の中で培われた、祭祀空間のあり方を今に伝えています。北野天満宮の本殿である。北野天満宮の本殿は、菅原道真公をお祭りする天神信仰の中枢であり、信仰、歴史、建築美が高度に結晶した社殿です。現在の本殿は、慶長12年、西暦1607年、豊臣秀頼によって造営されたもので、桃山時代を代表する神社建築として国宝に指定されています。建築様式は、北野天満宮独自の形式である、八つ棟造り。これは本殿、石の間、拝殿を前後に連結し、さらに左右に愛の間を備えた、極めて複雑で壮麗な構造です。単なる礼拝施設ではなく、神事を執り行うための機能性と、神のおましどころとしての威厳を兼ね備えています。この形式は、全国の天満宮の中でも特に格式が高く、北野天満宮が天神信仰の総本社的存在であることを示しています。現在も本殿では年間を通じて数多くの祭礼や神事が厳粛に執り行われ、学業成就や合格祈願をはじめとする人々の切実な祈りが捧げられています。本殿は過去と現在、信仰と文化をつなぐ生きた国宝として北野天満宮の精神的中心であり続けています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など
実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。